いよいよ国内販売が開始された DJI アバター360、もう長いことね噂になってましたが手に入れました。で今回は360度カメラ搭載ドローンという分野では先行しているこちらのアンチグラビティ A1 といろいろと比較をしてみたいと思います。何本かシリーズで動画にしたいと思ってるんですが、とりあえず手に入れたばっかりですので、今回はですね、まずは外観やスペックの比較、そして後半では簡単な映像の比較とか飛行テストをお見せしたいと思います。では早速始めていきましょう。でまずは外観から見ていきたいと思います。アンチグラビティ A1 の方は以前の動画でかなり詳しく紹介してますので、今回はこのアバター360を中心に見ていきたいと思います。A1 のレビュー動画は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらの方もご覧になってください。で今回のこのアバター360なんですが、何種類かのパッケージで販売されています。まずこの本体のみの購入もできますし、従来型のスティックコントローラー RC2 とセットになったもの、それからフライモアコンボですね、バッテリーといろんなアクセサリーが充実しているパッケージ、そして今回私が購入したのはこのゴーグル N3 と、あとこのモーションコントローラーがついているセットになります。それとバッテリーも3本ついています。あとは、持ち運びに便利なこういったキャリングケースと、こういうランディングパッドも付属しています。それ以外には細かいこういったスペアパーツなどもたくさん入っています。プロペラが中心になります。でまず本体を詳しく見ていきたいと思うんですが、まず最初の第一印象として結構ね重くてしっかりとしています。 455g ということで、よく海外の規制の 250g 以内の機体も多いんですけど、これはそういったことは関係ない重さになっています。特徴的なのがこのカメラの部分なんですが、ここがですね、離陸時はこんな感じでゴム足がついているところが下になってるんですけど、離陸するとここがくるっとこう回るようになっています。で出てくるのがカメラなんですけど、上下にカメラがついています。でこれが360度カメラになっています。で360度カメラはこのカメラとカメラの間の部分ですね、この機体の厚みの部分が全てステッチ処理といって、コンピューター処理されて全て見えなくなるようになっています。なのでこのカメラとカメラの厚み内に全てが収まるようになっています。だからアバター2とかと比べるとかなり本体が薄くなっていると思います。で本体のサイズ感としては幅は25センチ弱ですね。で長さがだいたい20センチぐらいです。結構ね大きい感じがしますね。で固定式のこういうプロペラガード、このプロペラガードも結構プラスチックの厚みがしっかりとあってね、かなりがっちりしています。でプロペラも固定式になっています。4枚羽のものになっています。そして前側に前向き下向きのビジョンシステムと1ルクスの明るさにも対応しているライダーセンサーが搭載されています。そしてこの360度カメラ自体がオムニダイレクショナルセンサーになってますので、360度いろんな障害物を検知できるようになっています。バッテリーがですね、ここに後部に搭載されていて、こんな感じで装着できるようになっています。あとは下にも赤外線センサーがついています。でここがマイクロ SD カードスロットになっています。USB-C 端子もついています。じゃあアンチグラビティ A1 の方も軽くおさらいしておこうと思うんですが、こちらはこういう折りたたみ式の構造になっています。折りたたむとですね、かなりコンパクトになります。収納時のサイズの差というのはこのぐらいあります。で展開するとこんな感じでアバター360より一回り大きいという感じでしょうか。ちょうどこのアームの長さがこのプロペラガードの端っこぐらいでしょうかね。それプラスプロペラ分大きくなる感じです。でこちらはカメラは固定式なんですが、下側のカメラを保護するために着陸時にはこういうランディングギアが自動的にこう出てくるようになっています。なかなかかっこいいです。で万が一着陸時などにレンズを傷つけてしまうこともあるかと思うんですが、どちらのドローンも自分でこのレンズを交換することのできる交換キットが出てますので、その辺は安心です。で大きく違うのが重量なんですよね。アバター360はさっきも言いましたけど 455g で、こちらの A1 の方は 249g になっています。日本は 100g がボーダーラインなんですが、海外は 250g 以上というのが
ボーダーラインになっている国が多いので、海外に持ち出すときは、A1 であれば無許可で飛ばすこともできますけど、アバター360は許可が必要になると、その辺が違いがあります。なかなかね、海外に持ってって飛ばすっていう方はそういないので、あんまり関係ないとは思いますが、そういった違いがあります。で続いてコントローラーもちょっと比較しておこうと思うんですが、これが DJI のモーションコントローラーです。非常にシンプルな作りでブラインドタッチができるように、各ボタンのサイズとかこの表面の仕上げなどが異なっています。こちらが A1 のものになります。形状はかなり違うというか、コンセプトがかなり違う未来的な感じのコントローラーになっています。こちらもですね、非常にシンプルな感じで、それぞれブラインドタッチがしやすくなっています。で肝心のゴーグルもちょっと比較しておこうと思うんですが、今回のこの DJI のセットについてくるのはゴーグル N3 という、廉価版の方のモデルになります。単体で 34,320 円なんですけど、これとは別に上位機種のゴーグル3というのがあって、そちらは 72,600 円になっていて、もっとなんていうんですかね、全てが上位機種な感じなんですけど、今回のは N3 です。で N3 は、ここ覗き込むとですね、奥に液晶ディスプレイがついていて、一つのディスプレイを両目で覗き込むタイプになっています。でメガネをかけたまま装着することはできるんですけど、視力に合わせて視度調整などはできないようになっています。でこれはゴーグルを椅子の上に置いたまま目視飛行したんですけど、その時のゴーグル映像を録画したものになります。見え方としてはこんな感じで、横向きにしたスマホを、目の先10センチか15センチぐらいのところに置いて、それを両目で見ているような感じでしょうかね。ちょっとなかなか表現が難しいんですけど、そんな感じです。でここの部分がバッテリーになっていて、後頭部にバンドでバッテリーが来るようになっています。でトータルの重量が 537g ということなんですけど、重たいでしょうかね。人によってはしばらく使っていると重たいなっていうふうに感じるかなと思います。私はあんまり気にはなりませんでした。各ボタンがこんな風についていたりとか、 USB-C 端子があって、マイクロ SD カードスロットがあってっていう感じでしょうか。曇り止めのファンも搭載されています。結構大きいですね。でこちらが A1 のものなんですけど、 A1 のゴーグルと比べるとね、かなり大きさが違います。でアンチグラビティ A1 のゴーグルは単体で 340g で、バッテリーは首掛け式になっています。でパンケーキ光学系という、全然こちらとは違う光学系が搭載されていて、 Apple Vision Pro とかとも同じものだと思うんですけど、その辺も全然コストのかけ方が違ってくるので、単純にちょっと比較することはできないんですけど、2つ有機 EL ディスプレイが搭載されています。でここにですね、この左右のディスプレイの距離感を調整したり、あとは視度調整もできるようになっています。で実際に装着するとこんな感じになるんですが、 DJI のものと比べると、重量も軽いですし、体積も相当小さいので、かなり軽快に感じます。で見えている画面はこんな感じになります。これ今回のものではなくて以前のものになるんですが、こんな感じで高精細な映像が目の前にバーンと広がる感じです。でその他にも外側を映すカメラがここに搭載されているので、シースルーといってゴーグルをかけながらも外の景色を確認することができます。あとはこれちょっとメガネ風なんですけど、こちら側が液晶ディスプレイになっていて、飛行中に、飛ばしてる本人はこっちから覗けばいいんですけど、飛ばしていない他の人もここにカメラで映している映像が映りますので、そこを見て楽しむこともできるようになっています。ゴーグル3の方は映像をシェアする方法としては、ここに USB-C 端子があるので、ここにケーブルをつないでスマホとかタブレットに映したりとか、あと他の DJI のゴーグルに映して映像をシェアすることもできるようにはなっているようです。次はカメラスペックの比較なんですが、まずセンサーサイズはアバタ360は 1.1 分の1型ということで、Osmo Action 6などと同じセンサーなんでしょうかね。同じサイズですよね。で A1 は 1.28 分の1インチになっています。なのでアバタ360の方が少し大きいセンサーになっています。で表現力の面でもアバタ360は最高で 8K60fps、 そして10ビットカラーになっています。で DJI おなじみの D-Log-M で撮影できますので、カラーグレーディングなども楽しめるようになっています。 A1 は8ビットカラーで最高 8K30fps までとなっています。
実際の映像を今お見せしているんですがいかがでしょうか。どんなディスプレイで見るか次第でかなり変わってくるかとは思うんですが、私は32インチの 4K モニターに今左右に並べてみたりもしてるんですが、正直色味の違いとかはありますけど、画質の差っていうのはねあんまり感じないですね。でアバター360で少し気になったのが、これ遠くの山の方ですね、水平線のあたりを見るとちょっとジラジラしてるのが分かると思うんですけど、これ多分ステッチラインの処理がですねまだ若干甘くて、ステッチラインが見え隠れするような感じがします。この辺は今後のアップデートに期待というところかなと思います。その辺はインスタ360はやはり360度カメラ長年作ってきているメーカーだけあって、非常にこのステッチ処理とかも自然な感じでほとんど見えないんじゃないでしょうか。これもそうなんですけど、どこでつないでるかっていうのはあんまりわからないかなと思います。次はバッテリーの持ちに関してなんですが、アバター360はやっぱり機体重量も結構あるので、バッテリーの持ちはそんなに良くなくて、カタログデータは23分とはなってるんですが、そうですね、私も正確に測ったわけではないんですけど、そこまでは全然持たなくて15分ぐらいっていう感じでしょうかね。A1 の方は標準バッテリーだとやはりカタログデータ24分ってなってまして、20分は持たないかなっていう感じはします。で長時間バッテリーを使うとだいたい30分ぐらいは飛ばすことができます。で次は飛行時の騒音なんですけど、やっぱりアバター360は機体重量も重いので重いものを飛ばしているという感じで結構迫力のある音がします。 A1 と比べるとね結構音大きいんじゃないかなと思います。機体にも A1 は75デシベルでアバター360は81デシベルとあるんですけど、はっきりと違いが分かります。こんな感じで遠くに飛ばしてもすごく聞こえてきますね。最後に実際に飛ばしている様子もお見せしたいと思うんですが、今回は目視外飛行の申請がまだ許可が下りてませんので、目視飛行でいきたいと思います。でこの従来からある RC-N3 というスティック型のコントローラー、これ他のドローンで使っているものなんですが、これも正式に対応してますので、これとつないで使ってみました。FPV ドローンとはいうもののですね、非常に安定していて通常のドローンと全く同じように飛行させることができます。 GPS でもうピタッと安定して、そこはもう本当に普通の DJI の他のドローンと全く同じような安定感があります。で360度全ての方向の障害物センサーも精度よく働きますので、初心者の方でも安心して飛ばせるんじゃないかと思います。ただスティック型のプロポはラジコンとかされてた方はすぐできると思うんですけど、初めて操作される方はこの両指の両側のスティックを4方向に動かしたりいろんなボタンを押したりする必要がありますので、ある程度慣れが必要かなとは思います。ちなみに撮影後に撮影した映像はこのスマートフォンの画面でも360度映像をぐるぐる回しながら楽しむことができます。続いてモーションコントローラーも目視で飛ばしてみたいと思いますが、スティックを上に上げることによってドローンが上昇します。でトリガーを今何もならないんですけど、軽く引いた状態で傾けると傾けた方向にこれが2段階になっていて、この状態軽く引いて止まるところで止めて傾けるとそっちに曲がっていきます。回って回転するようになって、でこれを強く引くと前進します。でこれをですね、ラジコンみたいに後ろにやると今度はバックします。ちょっとした上下でレスポンスはかなりいいけど、逆に言うとちょっと難しいかもしれない。ビギナーモードはもっとむちゃくちゃゆっくりなんですけど、ビギナーモード外すと結構機敏に飛びます。でもオブスタクルセンサーが働いてるので、こういう感じで必ず止まります。ダイヤルを回すとどんどん広角になったりとか、逆にズームしたりとかもできるようになっています。
カメラがくるっと回って着陸します。ゴーグル覗いては飛ばさないんですけど、いろいろデータを確認する必要があるので、こんな感じで携帯とスマホとつなぐことによってゴーグルで見えてる画面がスマホ上にも表示されるようになります。これで必要なデータ、バッテリー残量とかそういったものも見ることができます。次は A1 なんですが、こちらは重さ的には 249g ということで、アバターの半分強という感じですが、安定感は全く引けを取りません。で A1 は2つの操作方法を選ぶことができます。これでコントローラーでここでまず高度の調整、それから録画開始、ビデオ、写真撮影、そしてこれが回転です。もしくは手をこう向けると、握れば前進です。で下に向ければ下に行くし、上に上げれば上に行く。バックはしません。もう一つは FPV モードといって、こう傾けた方に曲がります。傾けてればそちらに回り続けます。確かに FPV ドローンを飛ばしているような感じで飛ばすことができますね。着陸中。で今回ゴーグルつけて飛ばしているわけではないんですが、ゴーグルを装着している状態の実際の見え方というのをもう一度お見せしておこうと思いますが、こんな感じになります。画面に例えばパソコンのモニターに表示するとこんな感じでしょうかね。楕円形の自分の視界の中にこう映画館のスクリーンが広がっているような感じになります。ヘッドトラッキングモードというモードにすると、自分が向いた方を自由に見ながら飛ばすことができます。でその時も視覚アシストという小さい枠が出てきて、実際にドローンが飛んでいる方向の映像を小さく見ることもできます。A1 の方はこんな感じになります。装着するとやっぱり目の前いっぱい、ほぼ視界いっぱいに映像が広がっています。でこちらはですね、DJI でいうところのヘッドトラッキングがデフォルトでオンになってますので、頭を向けた方の映像、頭を向けた方の景色を自由に見ることができるようになっています。使われている素材とか技術が全然違いますので、画面の明るさとか解像度とか没入感は圧倒的に A1 のゴーグルの方が高い感じがします。先ほども少し触れたんですけど、グレード的には DJI Google 3と同等になるかと思いますので、機会があればそちらとも比較してみたいと思います。すでに A1 持っておられる方とか、これから購入検討されている方にとっては非常にいいニュースかと思うんですが、ついにこの従来型のリモートコントローラー、この質問のところにも出ている、これがですね、発売が決定したようです。これを見るとですね、スマートフォンのようなものを挟み込んで使う感じで、形状的には DJI の FPV コントローラーのような感じですよね。なのでおそらくですけど、前進はもちろんなんですけど、後進とか左右に移動するということもできるようになるはずです。でそのために近々大型アップデートがあって、上下2つのカメラを使って、やはりこちらの A1 もオムニダイレクショナルセンサーのようなものが搭載されるようです。なので前後左右上下全ての方向にセンサーが効き、このコントローラーで自由にコントロールできるようになる感じだと思います。でさらに今回の大型アップデートでいくつか機能も追加されますので、それも紹介しておこうと思います。まず障害物回避動作が今まではオフかブレーキだけだったんですね。障害物があると止まるという機能しかなかったんですが、それが今回から迂回ができるようになりました。障害物を避けて飛んでいくような機能になります。もう一つはボイスコントロールの機能も追加されます。とりあえず英語と中国語のみのようなんですが、本体の操作から撮影のセッティングとか撮影に関するまで音声で操作できるようになります。例えばこんな感じで、この横のボタンを押しながら、例えばオープンアルバム、すごい開けますね。すごいすごい。こんな感じでボイスコントロール機能も搭載されます。今まではゴーグルを使用する前提の機体だったので、目視外飛行になってちょっとハードルが高かったんですが、このコントローラーが出ることによってある程度ハードルが下がって、より新しい飛ばし方なんかもできるようになるんじゃないかと思います。
コントローラーだけでも別体で発売されると思いますし、キットになったものも出ると思いますので、楽しみに待ちたいと思います。私もこれが出たらまたすぐレビュー動画作りたいと思います。で最後に価格情報とお得な特典情報なんですが、 DJI Avata 360は機体単体で 77,330 円になっています。そしてモーションフライモアコンボという今回私が購入したモデルは 162,140 円になります。アンチグラビティ A1 は今セール中で 20% オフになっていますが、標準版は167,000円になっています。単純には比較できないんですけど、ゴーグルの価格差が多分4、5万あるのかなと思いますので、この標準版の価格設定って結構お得なのかなと思います。アバターの値段、アバター360のモーションフライモアコンボに5万円ぐらい、4、5万足すと20万前後になりますので、そうなるとこのアンチグラビティの方もバッテリーが3本ついているエクスプローラーキットとかインフィニティキットっていうのも見えてくるのかなと思います。でさらに動画の視聴者さん限定でランディングパッドとダブルレンズパックという交換用のレンズキットをこちら合わせると 12,400 円相当になるんですが、こちらは概要欄のリンクから購入していただいた場合に限りお付けすることもできますので、購入を検討されている方はぜひリンクをご活用ください。という感じで今回は DJI Avata 360とアンチグラビティ A1 の機体やコントローラー、ゴーグルの違い、そして基本的なカメラスペックなどを比較しつつ、映像と飛行体験についてもお見せしました。次回は実際にゴーグルを装着して飛ばしてみたいと思います。でゴーグルの見え方とか使用感の違いなども詳しく紹介したいと思います。でさらに飛行性能の比較などもできればしてみたいと思います。また360度カメラで撮影しますので、このアプリとかデスクトップ版の編集機能についても比較してみたいと思います。当チャンネルではこういったガジェット関連の動画多数アップロードしています。いろんな製品の比較とかチュートリアル動画なども多数アップロードしてますので、関心のある方はぜひチャンネル登録の上他の動画も楽しんでいただければと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。